はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、今日はですね、困難な時代、未来予知ができる人の手相っていうのをやっていきたいと思います。こちらの動画は東京、池袋、占い館セレネで提供しております。それでですね、今、なんだかんだいろいろ世の中って変わってきてて大変じゃないですか。海外では戦争なんていうのもありますし、日本ももしかしたら影響かなり受けるんじゃないかとか、円安とかも続いてたりとか、いわゆる中間層とかね、お金がなかなか給料が上がらないのに物価が上がって、みたいな声よく聞きます。そんな時代でも乗り切っていけるような未来予知ができる人の手相っていうのをやっていきたいと思うんです。今まで手相とかで見ていって、もうこれ言わなくても分かってるよね、みたいな感じの、例えば社長さんとか、先が読める人って答え合わせに来ることが結構あるんですね。社長さんだったりコンサルやってる人とか、お客さんでもこの人成功している、うまくいってんだなっていう感じの人って、答え合わせに占いを使うよっていう感じに来てくれることが多いんです。そういう人たちに共通するような手相、今回は紹介していきたいと思います。まず手相なんですけれども、右手で見たらいいのか、左手で見たらいいのかっていうのがあるんですが、右手は左脳につながっていて、左手は右脳につながっていますと。鉛筆を持つ方の手、これが言語の方につながっていますので、意識的に作ってるのは利き手、鉛筆を持つ方の手ですね。その反対の手というのは、ポテンシャルだったり、その人の潜在的な感覚、こんな風に捉えていただけたらなっていう風に思います。つまり、両方見ます。はい。それでは早速、占いの方行きたいと思います。まずですね、未来予知、みんなよく知ってる神秘十字ってやつですね。知能線と感情線の間にこういう十字が出ている場合、これ神秘十字でご先祖から守られるとかよく言われるんですが、危機察知能力というか、やばいっていうところが、事前にわかる人が多いかなって思いますので、これがあったらかなり有利です。それからよく出てくる仏眼と呼ばれる先生もいたりするんですが、この目になってるところですね。親指のところ。これ、本とかには記憶力がいいとか、霊感があるとかって書かれてたりするんですが、どちらかというと、いわゆる右脳というか、イメージ能力が強いので、妄想力がある人、将来に対してこんなことができるんじゃないかとか、いい空想ができる人が多いかなっていうふうに思っております。それからですね、木星球のところ、リーダー線っていうのがあります。こういう斜めの線ですね。これがある人っていうのはもう会社の社長をやってたり、経営やってたり、何らかのチームのリーダーとか、そういうのをやってる人が多いです。こういった線を持ってる人っていうのは軸がぶれないんですね。要は哲学があるというか、この方向をやったら間違いないみたいな、闇落ちとかしにくい人が多いので、これ持ってる人結構いいかなと思います。野心家も多いんですけどね。それからさらにいいのは、カリスマ性のあるソロモンの輪ですね。リーダー線のところ、輪っかみたいになってる人。これ珍しいんで皆さん持ってる人の方が少ないので、もしあったらラッキーなんですが、僕はないです。で、ある人は本当にカリスマがあるっていう感じかなと思います。それからですね、今 AI とかすごいじゃないですか。今この動画撮ってるの2024年の4月なんですけれども、いろんな AI が出てきて、みんなも驚いてる人、音楽が作れたりとか、イラストができたりとか、写真ができたりとか、文章の精度も、相当良くなってきてるっていう風に言われてて、驚いてたり怖いなって思ってる人もいると思います。おそらく先生術僕やったりするんですけれども、冥王星っていう天体が今水亀座に入ってきてまして、テクノロジーの方で破壊的にね、革命が起こるような20年に入ってるんですよ。で、今入ってる最中なんですが、これが反対方向に向かう期間っていうのがありまして、今年の5月くらいから反対方向に向かってきます。なんで一回ちょっと停滞じゃないけど、いや、ちょっと怖いよ。さすがに著作権とかどうなんだとか、人間のそのクリエイティブな作品とかが侵害される仕事を奪うっていうことで、アメリカなんかではかなり問題になってますし、日本でも多分そういう揺り戻しというか、そういうのが5月くらいからあるんだろうなと思ってます。ただまた12月から年末くらいからどんどん加速していくんで、今のうちに掴んでくださいと。で、なんでこの話をしたかというと、知能線から財運線が小指のところに伸びる線ですね。これ伸びてる人っていうのはビジネスのアイデアとか計算とか戦略が取れるような人が多いんですね。特に今言ったように AI っていうのがものすごい進歩。来年もっとします。NVIDIA っていうところが B100 っていう GPU が年末くらいには出てきちゃうんで、それでまたもう一回 AI 作り直していくわけなんで、大企業は金バカバカかけて、もっともっと信じられないレベル、映画の歯とかああいうレベルに来年とか多分なってきちゃうんで、それに備えてこういう風にしていこうとか、そういうビジネスアイデアですね、立てられる人っていうのはこういう知能線からの財運線とか持ってる人が多いかなと思うんで、今のうちから戦略立てたい人はこちら考えておいてください。それからですね、直感線ですね。これ山っ気がある人に多いんですけれども、これも少ないです。本によっては1000人に1人とかって言われてます。僕の感覚で100人、200人、もうちょっと多いんですけれども、それでもやっぱり少ないっていう感じの線です。これってお金の匂いをつかむとか、この人についていけば大丈夫だとか、そういうのとか、勘どころがいいんですよね。嗅覚がいいみたいな感じの人が多いので、これを持ってる人がいたら、その人にいろいろ聞いたりすると乗っかっていけるので、要は今回
回紹介した未来予知ができる人の手相なんですが、自分が持ってなくてもいいんですよ。他の人の手相を見て、持ってるなこいつっていうのがあったら、その人の意見とか積極的に取り入れると、結構先の展開とかね、これからどんどん変わってきますんで、掴みやすいかなと。風の時代どんどん世界変わってきますので、うまいこと乗り越えていきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、それから LINE 公式アカウントのフォローよろしくお願いいたします。水森太陽でした。またね。